どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。今日はスペシャルゲストに来てもらってます。この方です。どうぞ。木村です。はい。今日もゲストの木村さんといろいろ話していきたいんですけど、今日のトピックは円安の影響についてです。うん。はいはいはい。まあ、オーストラリアに住んでる木村と日本に住んでる俺で、円安の影響で、いろいろね、感じるところがあると思うので、今日はそれについてね、ちょっと話していければなと思います。はい。で、円安って簡単に言っても、具体的にどんな影響があるのかっていうのは考えつくのはちょっと難しいと思ったから、このポうん。ッドキャストの前にちょっと調べてみたのね。うん。で、調べてみたら、円安になると、例えば、輸入してる食品の値段が上がる。だから外国から日本に来る食べ物とかの値段が上がるっていうことになって、で、うん。例えば、日本って食べ物とかエネルギーをたくさん輸入してるから、ガソリンうん。とか小麦とかコーヒーが高くなりやすいっていうことだったんだよね。うん。で、どうなんだ俺、車運転しないし、コーヒーもあんま飲まないからわかんないけど、でもやっぱうん。りスーパーとかで買い物するときに、日本の中で作られてる野菜とかは安いけど、やっぱりうん。外国の野菜とかはすごい高いなって感じるね。で、小麦とかも値段上がってるってことなんだけど、例えば、木うん。村この前日本来た時ラーメンとか食べた？食べたよ。うん。ラーメンの値段って上がってた？上がってたと思う。うん。1000円を超えてるラーメン屋さん、ラーメン一杯1000円するところはいっうん。ぱいあったし、うんうんうねえ、ん。ちょっといいやつだったら1500円ぐらいしてたレストもあったよ。そうだよね。結構日本うん。人ってさ、ラーメンは1000円以内で済ませたいみたいな感覚あるよね。そう、そうね。うん。うん。なんか1000円あるある。超えるとちょっとなんか豪華な食事になるのかなっていうイメージだったけども、超えちゃううん。ところも全然あるよねっていうね。そこで感じるよね、違いを。そうね。これちなみに、今オーストラリアでラーメン一うん。杯食べたら、うん。だいたい2000円から3000円ぐらいなんだよね、一杯。高いね。普通のラーメンで2000円から3000円ぐらいだから。うん。うん。うじゃあ、ん。ラーメン日本国内の値段は上がったけど、木村にとっては、あ、まだ安いなと思える値段なんだね。まあ、まだまだ大丈夫だなっていうか。うん。うんうん。いや、そうなんだ。オーストラリアめっちゃ高いんだね。人件費がすごいかかるんだよね。ラーメンなるほどね。作るのって。やっぱうんスープ作るのにものすごい時間かかってるし、ものすごいお金がかかってると思う。うん。うんそれがうんラーメンがそんなね、2000円、3000円する理由だと思うんだけど、うん。うん。っうん、そうね。ていうことは日本の人件費がちょっと安すぎるのかな、まだ。まあ、それも円安の影響で小麦も高いけど、もし人うん。件費ももっと高くなれば、まあね、それラーメン一杯2000円ぐらいになるのが普通になってくるんじゃないの？もしその人件そうね。費がかかれば。うん。そうね。その可能性もあるよね。うん。っうん。ていうことはさ、ラーメンだけじゃなくて、木村が日本にこの前来て外食した時は、他の食べ物も安いなってやっぱり感じた？いや、もう何でも安いなと思ったね。やっぱりうん。そうなんだ。うん。うんうん。例えば、外食で言うと、どうだろう、日本で普うん。通の定食屋さんとか行ったら、どのぐらいだ多分1000円前後か、1500円ぐらいかな。高くても。うん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 。でもやっぱり、木村にとってはそれでも、あ、すごい安いな、手頃だなっていうのを感じる。もうめっちゃ手頃だなって思った。うん。ちなみにオーストラリアで、なんだろう、昼ご飯、レストランで外うん。食するってなったらどんぐらいかかる？まあ2000円は、2000円が一番最低ラインかな。ああ、そうの、なんだね。ラーメンもそうだし、しっかりそうん。のランチ、一食として食べるのであれば、まあうん。2000円。で、いいとこ行ったうんうん。ら3000円。うんうんうん。
もっとするとこはなるほど。もっとする。なるほどね。じゃあ今日本は円安で、その外食のお金とか、日本人にとっては高くなってるけど、やっぱり海外のね、オーストラリアとか、例えばアメリカとか、例えばカナダの人とかがもし来たら、だいぶ安く感じてるんだね、全然。感じてると思うよ。もう寿司とかね、うん。特にね、うんうみんなん。もう、これでもかってぐらい日本にいるうちに食べる。安いそうから。だよね。そうだよね。だから日本人にとっては高くなったなって感じるけど、外国のね、観光客の人からしたら、安いな、こんなに美味しくて安いんだっていう感じなんだよね。そう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 。そうん。の通り。いや、だからね、めちゃめちゃ増えてるもんね、外国人観光客も。増えてるよ、本当。うんうん。いや、もちろんね、外国人で日本に住んでる人も増えてると思うんだけど、最近はやっぱりね、観光客がすごい増えてるなって思うね。特に、やっぱり東京都内とかね、すごい歩いてるだけで、そこら中にいるからね。うん。オーストラリアからもいっぱい、日本に旅行行ってる人いるみたいで。うんうんうん。で、それで言うと、やっぱり円安になると、日本人は外国に行きづらくなるよね。そうね。うん。いや、俺の周りでもやっぱり、なんだろう。もともと別に海外旅行に行く日本人ってのはそんなに多くないかもしれないけど、でも身のうん。回りで最近海外に行く人って多いのかなって聞かれると、あんまりいない気がするね。あ、そう。減ってるんだ、うん、やじゃあ。っぱり、うん、行けないんだよね。なかなかみんなやっぱり国内の近場で旅行するようになってるんじゃないかなと思うね。いや、でも国内でも美味しいものいっぱいあったりとかさ、うん、ちょっと、車で移動すれば、すごい自然がいっぱいあるところだったりとか、うん、またうん、違う景色が見れたりするから、それがまあ日うん。本の良さだと思うし、国内でも確かにね。十分楽しめると思う。うん。確かにね。逆にこの円安の影響で日本の良さを再発見してる人もいるかもしれないね。うん。そうね。うんうん、そうね。だから俺も海外旅行行きたいなと思ってたけど、ちょっとやっぱりね、航空券とかも高いし、物価も高いし、行きたいけどなかなか、うん、本当に実際に行くってなると厳しいなっていうところはあるね。そうね。あとさ、うん、まあ、海外から旅行で日本に来る人にとってはいいけどさ、うん、海外から、日本に住んで仕事したいなって思う人からすると、まあ、うん。日本がちょっと、まあ、円安の影響で、あんまり魅力的に感じなくなっちゃう可能性があるよそうね。だからね。うん。自分の国で働いた方が全然お金もらえるから、なんか日本に来て豊かな暮らしをしようとしたけど、実際蓋を開けてみたら違うみたいな人もいるかもね。うん、うん。実際、岡戸さ、でもさ、うん、まあ、日本で生活してて、うん、あのまあ、ちょっともう物価いろいろ上がってきてる。その円安の影響で、普段買ってるってやっぱ食パンとかさ、うん、うん。値段が上がってるなとかってでも感じるの？いや、感じるね。なんか、もともとね、カナダに俺は長いこと住んでたから、日本に来て、もっと物価が安いと思ってたんだけど、実うん。際生活してみて、やっぱりもちろんちょっと安いけど、もっと安かったような気はするなって感じるね。うーん。うん。そうなんだ。そう。で、まあ、円安だけがね、影響してるかわかんないけど、最近日本は、例えば米の値段とかもすごい上がってるからさ。うんうんうん。うん。だから、もっと安いと思ってたのに、うん。意外と安くないんだっていうのは思うね。あ、そうん。で、実際俺の友達の中でも、外国から日本に引っ越してきた友達とかいるけど、うう。うん。ん。東京とかに住んでる特にやっぱり東京物価が高いからさ、他の日本の街と比べて。うん。だからめちゃめちゃ大変っつってたね。はあ。うん。そうか。じゃあ影響そうそう。結構あるね。結構あるね。でもやっぱり日本のものが安いってことはさ、オーストラリアに住んでて日本のうん。ものを買うってなったら、それは安いの？どうだろう。いやー、そんなにね、すぐうん。に値段変動してないなあ、と思うそうなんだ。のと、うん。もともとでも出てる、例えば日本の醤油とかさ、まあおうんうん。米もそうだけどさ、そううん。いうのは、うちでも必需品だから、
買ってるけど、まあそれはもともと高いなと思う。普通に日本で買うより3倍ぐらいの値段になってて、まあそれが今、この円安の影響で極端に下がったりとかもはないね。ただもうあ、ずっとそうなんだね。同じ。うん。うん。高いまま。なるほどね。じゃあ日本人も高いなって思ってるし、木村みたいに海外にいる人も全然日本のもの高いじゃんってなったままなんだね、意外とね。なったままだね。まあきっと、その日本の商品がこう海外に来るにあたってね、うん。今そのガソリン代とかが高くなってるわけだから、うん。うん、そこで、何まあ要はお金かかってるからね。そんなに値そうだよね。段は下がんないんじゃない？うん。そうだよね。結局日本で作ってたりするものも、やっぱり海外のものを使ったり、ガソリンを使ったりして、それを生産してるから、結局それ自体が上がったら、うん、日本に来た時安いって思っても、それを海外にまたね、行ったら、その分の値段がかかってるわけだから、そんなにそうね。劇的に安いっていうわけじゃないんだね。うん。そうだと思うんうん、なるほどね。じゃあ円安で結構いろんなものが安くなったと思うけど、安くなってる部分もあるけど、全部が全部ね、そんな劇的に安くなってるわけじゃないっていうことなんだね。う。うん。まあ一番、その海外の人が、やっぱ日うん、本のものを買いたいのであれば、そのうん、海外で買うんじゃなくて、その住んでるとうん、ころで買うんじゃなくて、日本に行って、うん、でね、いろいろ買って持って帰ってくるうん、っていうのがいいんじゃない？うん、うん。で、さ、確かに。まあ、こう、円安の影響でさ、うん、ま日本のその経済自体はそんなにうん、今良くなってないと思うけど、いっうん、ぱい海外から、こう、今のタイミングをね、使って日本に旅行してもらって、でいろんうん、なもの買ってもらって、いろんなことしてもらうん。って、お金使ってもらえれば、日そうね。本の経済にも良くなるんじゃないでしょうか。そうね。今がいいチャンスかもしれないね。はい。ということで今日は円安の影響について話してみました。皆さんはどんなところで円安の影響を感じますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。